さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、パーティクルのスプライトアニメーションについてです。前回の配信では、1枚の画像でパーティクルを作成しましたが、アニメーションを設定することもできるようなので、とりあえず機能を試してみることにしました。まずはスプライトモードでアニメーションを設定してみます。上部のメニューからパーティクルを作成して、テクスチャーシートアニメーションモジュールを有効にしました。モードをスプライトにすると画像を設定できるようになります。今回のサンプルでは左のような感じで羽ばたく鳥のテクスチャーを用意しました。スプライトモードをマルチプルに変更して3分割しています。スプライトモードでアニメーションを設定する場合は同じテクスチャーを共有しなければならないので、今回のようにスプライトモードをマルチプルにして分割するか、スプライトアトラスなどを使用して画像を1枚にまとめる必要があります。サイクルのプロパティではアニメーションのループ回数を設定できます。パーティクルのデュレーションなどに合わせてサイクルを設定することでアニメーションの速度を調整できますね。今回のサンプルでは羽ばたく鳥のアニメーションを再生するので、ベロシティモジュールを有効にしてパーティクルが右に移動するようにしました。移動速度をランダムにしたい場合は左のようにすると入力した値の範囲内でランダムな速度が設定されます。とりあえずはパーティクルの設定が完了したのでエディター上で動作を確認してみます。パーティクルのスプライトアニメーションが再生されました。テクスチャーシートアニメーションモジュールにスプライトを設定するだけなので割と簡単に作成できますね。続いてはグリッドモードでスプライトアニメーションを作成してみます。グリッドモードではスプライトシートの行ごとにアニメーションを再生できます。2種類のアニメーションを設定したい場合は2行のテクスチャー、4種類のアニメーションを設定する場合は4行のテクスチャーを作成する感じですね。アニメーションで使用する画像を用意できたら前回の配信と同様にマテリアルを作成してパーティクルシステムのレンダラーに設定します。これでパーティクル用のテクスチャーを設定できたので、続いてはアニメーションが再生されるようにします。テクスチャーシートアニメーションモジュールを有効にしてグリッドモードを選択しました。タイルのプロパティにテクスチャーの分割数を入力します。今回のサンプルでは8行8列のテクスチャーを用意したので8種類のアニメーションを設定できます。アニメーションモードをシングルに変更することで
スプライトシートの行ごとにアニメーションが再生されます。今回の設定だとローモードをランダムにしたので、8種類のアニメーションからランダムに再生される感じですね。これでアニメーションの設定は完了したので、続いてはパーティクルの出現位置を設定します。今回の場合だとパーティクルが画面全体に出現してその場にとどまるようにしたいので、トランスフォームの値を0にしてスタートスピードを0にしました。シェイプモジュールで出現位置の形状を設定できるので、ボックスに変更してゲーム画面と同じくらいの範囲にパーティクルが発生するようにしました。とりあえずはパーティクルの設定が完了したので、エディター上で動作を確認してみます。現在制作を進めているゲームはリズムゲームの要素が含まれているので、音符のスプライトアニメーションを作成しました。背景が賑やかになりましたね。パーティクルのサイズや放出する数などについては調整が難しいので、いろいろな数値を試してみようと思います。ということで、本日はテクスチャーシートアニメーションモジュールを使用してアニメーションするパーティクルを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。